にちは、みなみです。今日はですね、肌格好級のみなみのベースメイクを徹底解説します。自分で言ってしまうんですけど、でも本当にありがたいことにイベントとかで会う人が、本当に会うたびにめっちゃ肌綺麗だねって言ってもらえるんですけど、それは私のベースメイクのおかげでありますので、その裏側を全部紹介していきたいと思います。これで皆さんも一緒に肌加工したような肌になっていきましょう。使ってるものとか使い方とかもういろいろ全部紹介しようと思ってるので、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。私本当にベースメイクがメイクの中で一番ぐらいにこだわってるんで、イベントでも自分でベースだけしてからメイクさんにしてもらうことがほとんどで、それぐらいこだわりがあるので、肌質によっていろいろ違ってくるとは思うんですけど、今回はね、南流でやっていきたいと思います。で、今日はありがたいことにちょっとニキビがいるので、消す方法も紹介していこうと思います。これはシーンで買える前髪留めれるやつです。跡はつくけどピンの跡がつかないよっていうやつです。それではまずスキンケアがマジで大事で、ここで変わってきます。もうここでメイクのりが変わってくるので、まず保湿ができてなかったらベースメイクしないでくださいで、結構トナーパッドがいろいろ使うんですけど、まずイーズアンドとかアナもよく使うし、メディキューブ、今日はアナ使いたいと思います。保湿されるなら何でもいいかなっていう、それぐらいの気持ちでやります。で、なんかこれザラザラしてる面とツルツルの面があって、私の使い方が合ってない気がするんだけど、一旦ツルツルの方で置いときます。で、裏面のエンボス加工っていうんだっけ、合ってるか分かんない、ザラザラした方で拭き取ってメイクを始めるんですけど、まずね、本当にベースは脂性肌の方でも保湿って大事な気がするんだよね。どうなんですか？私はバリバリ脂性肌じゃないし、バリバリ乾燥肌でもない、なんなら混合なんじゃないかっていう厄介な肌質してるんですけど、同じ方いますか？もう本当に保湿大事なんで、パックしない日はないと思いますね。置いとく時間はそんなにないかも。なんかほぼ拭き取りのイメージ。3分ぐらい置いてます。朝時間ないんで、もっと5分とか置けたらいいと思うんだけど。で、これが終わったら塗るものがあって、コンジョーのアクアグルプライマー、化粧下地プライマーと、あとこれは前紹介したんですけど、23 years old のメイク前に塗るクリーム。最近はこの辺が多いかな。本当にベースでその日の気分決まるってくらいで、本当ファンで使ってるものが多くて、今日これを紹介したからそれを毎日使ってるっていうわけではないです。だから塗り方とかそういうものを紹介していきます。色分けたらですよ、こっちにしようかな。20 years old さん D と P があるんですけど、私は D を使って小鼻周りとか毛穴気になるとことか、私おでこにも塗っちゃって、今テカテカになってるのは中心だけなんで、ちゃんとこの辺も保湿テカテカするまでしたいので、そういう時はこれとか、これは乳液なんですけど、メイク前にするとメイクのり良くなるオングリディエンツスキンバリアシーローション乳液、だいぶ保湿系の乳液をマッサージしながらも、このフェイスラインとかにしっかり、出しすぎた。本当にとりあえずベタベタになってくれっていう感じで。でもね、有り余ってるくらいだと逆に下地が馴染みにくいこともあるので、肌にはしっかり浸透させてから下地塗りましょう。じゃあもうね、早速本題です。下地何使おう。ほんと毎日違うんだけれども、やっぱ保湿される下地の方が安心な時は、このアビブの水分系のこの下地を目の上もしっかり全体に塗ったら、
最近結構使うんですけど、キャンディードールの紫。私は黄身肌なので紫をねよく使います。これを一回手の甲とかに出して、これこう塗り広げてからこう均等に塗れるようにこういう感じで伸ばしながら使うと結構伸ばしやすくもあるのでおすすめです。で目の上もしっかりやります。はい、こんな感じでこれだけで結構変わるので見ててくださいね。でパフは今回はバイオを使っていくんですけど、これもマジでいろいろ使ってて、このメディキューブさんのピンクゼリーセラムミストとかダルバのこの有名なエッセンシャルスプレーセラムがこのアヌア使うんですけど、結構今もうだいぶ保湿されてるんで、これだと保湿されすぎちゃうから一旦アヌアのパフもしくは顔に振りかけて、このキャンディードールの下地がそこまで水分量多分多くないって思うので、そういう時はこういうミストセラム系で水分感を保ちながらやることが大事です。はい、そしたらこれでも結構透明感出るんですけど、これだとまだ肌の粗というか、消えないので、次コンシーラーですね。コンシーラーはニキビ消したい時はこういう緑を使っていきます。こちらはルナのコンシーラーですね。グリーンとか混ぜて赤らへんで本当に消したいけど手強いっていうやつはもう固形のこういうコンシーラーじゃないと私は隠れないので、絶対に固形でやるようにしてます。やっぱほくろ1回じゃ消えなかったよーってところにも、特にニキビ跡とか一旦こういうので赤でクマを置いといて、でこんな感じです。結構色使いしますね。これ何色かあるコンシーラー使うと便利です。でファンデがね迷ってるんですけど、最近はこのティルティルさんの新しいやつめっちゃ使うんだけど、このバニラコのいつものファンデもマジで使うので、ジョンセンブルもめっちゃ良くて、あとトコボもいいし、これは安定に最強って感じ。リキッドだったら VDL とかヘラとかネーミングとかウェイクメイクがおすすめです。ファンデの方が結構使ってる方多いイメージなのでファンデ紹介していくんですけど、今回はバニラコにします。これはデニムエディションでちょっとパケが違うんだけど、中身はね売ってます。普通にこちら19ライトを使います。これが本当にやっぱ良くて、まず半分やるね。中心に置いたらこれを伸ばしていく。自分の好きなパフでもいいんですけど、私は結構付属のやつでやっちゃいますね。中心に乗せたやつをこう伸ばしていく。小鼻やるときは一回ちょっとだけポンとやって、ここでなじませて、こういう感じでトン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 細かくしてあげたら、はい、わかりますか？ちょっと明るすぎるかもしれない。暗くしてみる。こっちが何もしてなくて、こっちがねファンで塗った方なんですけど、私はなんか結構二度塗りの勢いでやっちゃうかもな。やっぱファンデで決まる、本当に。でなんでファンデカサカサなったりこう浮き出たりしないんですかって聞いてもらえるんですけど、本当に私は保湿が足りないとパサパサするし、下地の時点でそれ決まるの。下地の時にまだ水光感が肌に残ってたらパサパサしないんだけど、なんかもう下地の時点で肌触った時にベタベタしてなかったら、なんかファンデの塗りが良くないことの方が多いので、私的にはもう下地の時点で結構テカテカにしておいて、
そこからファンデをのせるっていう絶対条件があります。結構ね、目の下の暗さだったりこの口角のこの部分とかいろいろ消えます。本当にこれがねフィルターかかってんじゃないかっていう。ファンデがやっぱ大事なんですよ。でカバー力があるものをやっぱ選びがちですね。こっちもやります。見やすいようにこの角度でやっていきますね。中心に塗ったのを外側に広げていく。強く叩かなくてもいいのでしっかりこう押し込む感じ。でも小鼻に塗りすぎても時間が経つとパサパサカサカサしてくるので加減が必要なんですけど、しっかり時間なくても抑え込むことが大事です。マジで私ファンデしないとメイクできない。ファンデなしの人とかいるじゃん。コンシーラーだけとか本当にすごいと思う。漏れないの。なんなら本当にファンデしなきゃすっぴんみたいなそんな気持ちになっちゃう。もうファンデ絶対だからね。だってこんなに綺麗になるんですよ。もうあら消えるもん。でちゃんと見て塗り残しとかムラとかないかなって確認して、でファンデは終わりです。まだ気になるなってところがあったら上から固形のコンシーラーで潰していくというイメージです。はい、こちらダセムのコンシーラーいつもの。こういう血管、私なんか見えるかな、血管がなんか浮き出てるとことかあるんで、そういうとこをね消すと結構綺麗に見えます。そうするとマジで肌一気に綺麗に見えます。じゃん。そしたらここでパウダーですね。パウダーしたらまたこのコンシーラーが剥がれてきちゃう時もあるので、そういう時ちょっと厄介なんだけどまた上からやるっていう、ちょっとめんどくさいよね。でパウダーは私はこれか、あとコスメデコルテのオーラリフレクターフェイスパウダーかラネージュ、全部めっちゃきめ細かいパウダーになってて、これ系でこのでっかいパフじゃなきゃちょっとダメで、これをツヤを残すにはフェイスラインから口元をまず最初にやります。で目の上、額の中心を避けたところとコーバーナ、これを縦にして使います。はい、こんな感じです。これでツヤは若干残したままパウダーができたので、そこからチークが本当にこれサラッサラになるので、チークとかねもう飛んでいっちゃうんですよ。だから私はこの辺は残したままやるとしても、この辺は本当にこうやってポンポンするじゃん。だけどこの頬骨の辺は 1,2 回12回で終わるくらいの感覚でやるとチークも若干乗りやすいし崩れないしって感じになります。ベースはこれで終わりなんだけど、ちょっとここでベースメイクに含むかどうかは人それぞれなんですけど、私はねベースの時にもう鼻のシェーディングをやっちゃうので、いつも使ってるのがエチュードコントゥアスティッククール。これめっちゃ質問されます。これ超おすすめ。これを
パウダー今ここしかやってないので鼻は避けたんだけど、それの理由はこれです。パウダーしてからこれするとファンデとかパウダー剥がれるので、ベースしてから間もない時にやるのがおすすめです。で付属のこのエチュードのブラシでぼかします。これも優しく叩いて外側に広げていく感じです。これの方がシェーディングの粉の方よりかは崩れにくいんじゃないかなって。鼻はしっかり影残したいので、ベースの時点から仕込んどくのが大事です。そうするともうほんと一日中鼻を結構残るようになりましたね。今はここまで全部パウダーしちゃったんですけど、エスパーのこのスティックのシェーディング使う時はパウダーの前にやりますね。パウダーしちゃっても全然これは私的には使えると思って。でこれまた別のパフでムラが出ないように下から上に広げます。若干加減できたよって感じになります。こんな感じで、前髪結構汗かきやすいよっていう人とかいたらもうしっかりパウダーしてください。なんでおでこのここ残したかっていうと、ハイライトつけやすくしたいので残しました。こんな感じでベースは完成です。うまくいったと思います。でチークをこの上からするときはそのままやってもらって、ついでにツヤえぐいチーク紹介します。こちらはロマンドです。ジューシーロールチーク。これやばくて、ちなみに私は3番使うんですけど、手でいいです。もうこの時点でやばいけどいきますよ。こういうチークを仕込みたい時に、さっきみたいにここだけパウダーを一旦避けたままにしておく必要があります。これもあんまりポンポンしすぎるとファンで剥がれる原因になるので、慣れが必要だけど結構一発勝負で仕上げることが大事。やばくない？このツヤちょっと色飛んじゃってると思うんだけど、わかりますかね？チークついてるんですよ、色が。そう、こういう感じで調節しながら鼻にものせて、顎にも、仕込むっていう感じ。ツヤがえぐくなります。こちらで私が正直肌綺麗だねって言ってもらえる時は絶対マット肌ですね。マット肌にしてる時に言ってもらえることが多いかも。写真映えとかはツヤなんだけど、ツヤは正直マットにしてからパウダーで付け足せばいいと思ってるのね。でそのパウダーでツヤえぐいのこれセレブと、足ごめんなさいね、あとこれが正直ツヤがえぐいと私は思ってます。あとめっちゃお手軽なやつだとムニュットハイライター、これがピカイチだと思います。フラワーなんとかシスコやばい覚えたのに。クリオも安定だし、ピオニーのハイライトもマジでいいです。あとは質感とか色味の好みですね。こうやってベースでツヤを仕込んでもいいですし、で鼻はこっちのパウダーにしますね。こうやって上からしてもいいですし、私はこのペタペタしてる状態からまたこれをうまく足してツヤを足すのが最強だと思ってるので、たまにやりますね。これで
じです。イエーイ。それではちょっとフルメイクしてから締めたいと思います。ベースはこんな感じでした。はい、フルメイク完了です。最後に首にこれを塗って白さを同じにして完成。肌はこんな感じです。ということでベースメイクの紹介でした。多分ね、だいぶポイントを話したと思うので、どれか一つでも皆さんのメイクの中に取り入れてくれればいいなと思います。本当に肌質とかに使ってるものによって違うと思うので、絶対にこれとは言わないんですけど、私流の加工級のベースメイク紹介でした。こんな感じで近くで、あんまり近く嫌だけど、本当にファンデーションがマジで大事。皆さんもファンデ使ったことないよって人はぜひ試してみてください。まだ年齢的にファンデ早いってお母さんたちに言われてるとかもあると思うんですけど、コンシーラーでできる限り気になるところを隠してみたり、崩れにくくする方法などもぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。こんな感じでした。最後までくれてありがとうございます。それではバイバーイ。